皆さんは推しカメラを見てあるはずのない記憶が蘇った経験はありますか？日ペ新世界のチッケムコメント欄を覗いてみると、ある興味深い現象が見えてきます。それが集団的疑似記憶です。初恋の同級生、高校の先輩、職場の優しい上司など存在しないはずの記憶が驚くほど高い解像度で共有されています。そしてこの現象を引き起こす最大の要因がメロいという感情ではないかと考え、今回はコメント欄のメロや疑似記憶に関するコメントを分析してみました。ファンたちのメロはどこから来ているのか、メロの震源地を一緒に読み解いていきましょう。どの練習生が最もメロいと語られているのか、コメントを書き込んだ人数でランキングを作成しました。トップ12はこちらです。特に1位のきなりさんと2位の大林雄生さんはコメント投稿者の実に 13% 以上がメロについて語っているという他を圧倒する異常値を叩き出しています。しかし一言にメロいと言ってもそのベクトルは全く異なります。彼らは一体いつのどんな記憶を呼び起こしているのでしょうか。トップ5の練習生のメロの震源地を深掘りしていきたいと思います。まずは第5位の5点さん。5点さんのコメント欄を覗くとまるでタイムスリップしたかのような感覚に陥ります。最も多く飛び交っている言葉はクラス、小学、そして初恋。5点さんが呼び起こすのは小学生の時クラスに一人はいたお調子者でみんなから好かれる男の子の記憶です。普段はやんちゃでふざけているのにふとした瞬間に見せる誠実な表情。そのギャップにファンは全くそんな目で見ていなかったのに気づいたら好きになっていたという甘酸っぱい初恋の過程を追体験しているように見えます。代表的なコメントはこちら。学生時代帰り道に後ろを歩いていたら振り返ってバイバイって言ってほしい。そんな誰もが心の奥底にしまっている青春の原風景。5点さんはファンたちの無自覚な恋心を強制的に引き出してしまう最強の初恋泥棒なのかもしれません。第4位は最も強烈なギャップでファンを沼に引きずり込んでいる要さんです。要さんの第一印象といえば前役やおふざけキャラ。しかし蓋を開けてみると実は人見知りで繊細、そして誰よりも仲間思いの優しいお兄さんであることが番組を通して発見されているようです。代表的なコメントはこちら。コメント欄には激メロ慰めお兄さんキャラで大横転したという嬉しい悲鳴が溢れています。さらにステージ上ではヴィランのような狂気と表現力で観客を圧倒し、まさに新世界へと連れ去ってしまう存在のようです。しかし素顔は周りを気遣う繊細なお兄さん。この狂気と優しさの振り幅の大きさこそが要さんだけが持つ激メロの中毒性の正体と言えるのではないでしょうか。一度このギャップを知ってしまったファンはもう元の世界には戻れないのかもしれません。第3位はコウスケさんです。コウスケさんのコメント欄を覗くととても不思議な現象が起きています。卒業式、第2ボタン、自転車通学といったノスタルジックで王道な青春の情景に加え、18歳という年齢や番組内での言動から生まれてきてくれてありがとうといった保護者のような母性のコメントも強く引き出しています。この本来なら絶対に交わらないであろう青春と母性という2つの感情をたった1行で見事に表現し、ファンたちの間で合言葉のように使われている名言があります。それがババアの心にセーラー服を着せてくれるという言葉です。この言葉は形を変えて何度もコメント欄に登場しており、コウスケさんはそのピュアで爽やかなビジュアルとキャラクターでファンたちの心に強制的にセーラー服を着せてしまうようです。代表的なコメントはこちら。幼馴染への淡い恋心や王道の青春の記憶と18歳らしい可愛らしさにくすぐられる母性、さらには将来どんな激メロお兄さんになるのかという期待感。この複数の感情を同時に抱かせる奇跡のバランスがコウスケさんがファンを引きつけて離さない最大の理由なのではないでしょうか。続いてはメロランキング第2位、圧倒的な兄貴肌でファンを魅了する大林雄生さん。雄生さんのコメント欄はもはや一つの巨大な夢小説サイトと化しています。品出するキーワードは先輩、体育祭、文化祭、高校時代を舞台にした解像度が高すぎる青春エピソードが次々と生成されています。例えば居酒屋バイトでたちの悪い客から守ってくれた、外れた自転車のチェーンを直してくれたといった少女漫画の主人公になったかのような記憶たち。雄生さんの持つ誰にでも分け隔てなく接する男気とふと見せる優しさ、それがみんなのリーダーでありながら私だけが知っていたかった先輩という強烈な切なさと憧れを生み出しているようです。代表的なコメントはこちら。
ゆうせいさんがステージに立つたび、ファンたちの脳内には新しい青春の1ページが刻まれていく。彼はまさに存在しない青春を作り出す青春の錬金術師なのかもしれません。そしてメロランキング堂々の第1位はきなりさんです。きなりさんが呼び起こすのは他の練習生とは全く違う大人の記憶です。コメント欄に並ぶのは会社、上司、出勤という言葉たち。高学歴で落ち着いた大人の色気を持つきなりさんには理想の職場の先輩としての記憶が強烈に投影されています。間違えた時はちゃんと叱ってくれてフォローもさらっとしてくれる理想の上司。こんな人がいたら毎日出勤が楽しい。きなりさんに向けられるのは日々社会で戦う大人たちの癒しへの切実な渇望のようです。代表的なコメントはこちら。学生時代の青春ではなく厳しい現実を生き抜くためのオアシスとしてきなりさんは限界社会人を救う圧倒的なメロお兄さんとして独自のポジションを確立していると言えるのではないでしょうか。一言でメロいと言っても各練習生が引き起こすあるはずのない記憶は多種多様です。最後にこの5人がファンたちの脳内に作り出した存在しない記憶を時系列の年表として並べてみます。このように小学生の初恋から高校の青春、そして社会人の理想の職場まで、それぞれのファンが自分の人生のどこかのステージに彼らを重ね合わせ、その存在しない記憶を誇りを持って語り合っている。この現象がコメント欄を熱狂させ、何度も動画を見返してしまう強力な原動力となっているのではないでしょうか。再生回数やコメント数という数字だけでは見えてこないファン一人一人の思いの総数と記憶の解像度、練習生の皆さんがこれからどんな新しい記憶を私たちに見せてくれるのか、引き続き注目していきたいと思います。今回の分析はいかがでしたでしょうか。普段は数字をメインで扱っていますが、こういった訂正分析もありだと思った方は高評価やコメントでぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。